今日はですね、高市早苗首相が次期国会、通常国会の冒頭での衆議院の解散、解散権を持っているのは首相なので、首相の専権事項というところで、高い支持率をもとにして少数与党であった自民党、なんとかですね、維新と連立をして、衆議院では白票の過半数を取っておりますけれども、まだ参議院では少数与党のままということで、政権基盤を拡大したいがゆえにですね、今回、総選挙に打って出たと。するとですね、いろいろな動きが起きまして、どうでもいいニュースから言うと、共産党の志位委員長がもう引退するとかですね、あるいはですね、どうでもよくないんですけど、大阪府市は福祉都構想と大阪都構想のリベンジということで、吉村さんがとね、府知事両方ともですね、辞任をして、出直し選挙をすると。一番大きな動きがですね、立憲民主党の野田代表とですね、公明党の斉藤代表が協議をして、高市首相を右派というふうに位置づけ、中道の政党が必要であろうということで、中道改革というですね、新党を作るということですね、なかなか面白い展開になってまいりました。公明党はまとまると思います。母体というか創価学会、こちらの方もですね、自民党の裏金議員を応援するよりはまだマシかなというような形になるかもしれませんが、やっぱりこれまでのですね、人間関係各小選挙区ごとにあるので、そんなに簡単に変えられるかっていう問題はあるんですが、実際のところ僕も20年以上前にですね、広島6区っていうところでですね、選挙協力公明党としたことありますが、当時はですね、もう一糸乱れない団結力で堀江を応援するってなったら応援全員してくれました。票もおそらく公明党さんの票相当入ったと思います。なので非常に真面目に支援をしていただけると思いますので、今回ですね、公明党と立憲民主党は地方組織とか参議院ではそのまま党としてなるんですけれども、今回は新党に両方の党から衆議院は参加をして選挙の名簿を作ると。そして公明党は小選挙区には出馬をしないと。そういったところは決められていると。あと、公明党さんがやりたい、例えば政府系ファンドの創立とかですね、憲法9条の話とかですね、原発再稼働とかですね、そういったところは認めてくれみたいな話を立憲民主党と話を詰めると。原口和弘さんみたいなちょっととんでもの議員さんはもうやめてもらうと。名簿載せないみたいな話になるのかなと、そういうふうに思います。ただ公明党が小選挙区に出ないということで、名簿順多分公明党の方々が比例名簿の上の方に乗る。だから、なかなか立憲民主党の議員さん、小選挙区で落ちると、なかなか比例復活が難しくなるのかなと。そういったことが言われているような状況でございます。とはいえですね、小選挙区、大体9万から10万ぐらいで当選しますけれども、そこの基礎票を2万票持ってると。平均的に2万票持ってると言われるですね、公明党が立憲民主党と組んで自民党には入れないとなると、単純計算はできませんけれども、なかなか自民党厳しくなるんじゃないかというような予測もございます。とはいえですね、前回の選挙での支持率ですね、高市首相めちゃくちゃ支持率、若年層からの支持率が高い。しかも18歳から選挙権を持っておりますので、こちらの票が結構入る可能性は高いかなというふうに思います。逆に公明党と立憲民主党は、特に立憲民主党は高齢化が進んでおりましても、逆に20代とかから全くそっぽを向かれているような党になっているということで、今回の選挙でも浮上できないと次とかその次の選挙、より厳しくなっていくのかなと、そういうふうに思っております。そこでイメージの刷新ができないとなかなか難しいだろうなと。そこにですね、イタリアの首相がやってきて、同じ女性で苦労人でということで、非常に今クローズアップされてメディアを賑わしておりますけれども、そういったところにですね、立憲民主党と公明党の新党ですね、中道改革がどこまで票を取れるのか。国民民主党も埋没しつつはありますけれども、それなりに議席伸ばしそう、参政党も伸ばしそう、そして維新の会も盤石であろうと。ちょっとですね、兵庫県の地方議員の問題で、社会保障費ごまかしてたんじゃないかみたいなのはあるんですけれども、これもなんかいい具合に府市同時選挙、出直し選挙みたいなので、攪乱されているような気がします。ということで、与党にはかなり追い風なのかなと、この立憲と公明の合作、どこまでうまくいくのか、今回の選挙の一番の見どころだというふうに思いましたということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。いってらっしゃい。